俾呢一間屋幾多分啊？120點ですね。すごいね！一間有成800平方尺嘅屋，除咗夠闊落之餘，仲要有啲乜嘢先可以拎到超過100分呢？周圍都可以做引體上升，仲可以發生成夜店捽碟跳舞，但眨下眼又變成咗小朋友嘅遊樂場。明明外面睇落去唔係好高，但係我行極都行唔完。究竟呢間屋點解會咁神奇嘅呢？呢個房真係太出色啦！今集 Milk 嘅 Follow Me， 我哋揾嚟設計過呢一棟夢幻餐廳嘅日本建築師保坂萬大路，帶我哋睇下佢喺東京條布市嘅私人住宅 project。I'm Takeshi Osaka. Follow me。去過東京河口湖揾嘢食嘅話，應該會經過呢一度，甚至入過去。呢一間好似富士山下面一片雲嘅鄉土料理餐廳，個 design 出色到拎過好多獎。背後呢一位建築師保坂萬其實仲設計過好多 impressive 嘅私人住宅。我哋今次不如就去睇下呢一間 Sugar Keep。どうも、こんにちは。じゃあどうぞ。我一入嚟就見到好似有好多層咁喎，其實間屋有幾多層㗎？子供はよく何階建てってお友達に聞かれて8階とか言ってますけど、本当は2階建てなんですけど8個階層がある感じなんで。根據日本法律，呢一塊地最多只可以起2層高，咁最直接嘅做法咧就係分1樓同埋2樓。ね、そういうね、なんかみんなでこう一緒にこう連続して住むんだっていうお考えを聞いた時にね、本当にね、世の中にまたとない素晴らしいお考えだなと思って、私たちはもう本当に驚いて、ぜひそれはいいんじゃないかって言って、それで始まったんですよね。だけど個室はいらないっていうことは家全体が連続しているんだから1階と2階じゃダメだなと。よく有名なやり方としてはスキップフロアっていうのがあるんです。スキップフロアっていうのは半階ずらすやつ。呢一種錯層設計其實都幾常見㗎，不過咧就通常分開左右兩邊。而呢一間屋咧就採用咗開放式嘅迴旋設計，升華到有一種連成一體嘅感覺。で角砂糖をねこう8個積んでちょっとずつずらしていくと正方形に十字型のプランになって全部連続した空間ができるんですよ。その考えていたことと一致してすごいうまくいったの。間屋有成近880平方尺，雖然就咁聽落咧係唔算細嘅，但係估唔到嘅係呢度住咗3代人。厚生勞動省近日公布嘅日本家庭生活調查裏面，獨居咧就佔咗全國家庭嘅34.6%，創下咗日本歷史新高。至於好似屋主佐藤先生咁3代同堂嘅咧，就只係得3.4%。ここもともと私の実家だったんですけど、父とかおばあちゃんとかも亡くなって母が1人になったので、じゃあこっちにみんなで住もうってなって。好，咁而家不如我哋上一層睇下究竟個設計係點樣㗎啦，好唔好啊？哦，呢度就係廚房啦，係咪啊？母も私も一緒に料理したりで、娘もだんだん大きくなってきたら料理手伝ったりもするかなと思って結構大きめに作ってもらってます。一字排開嘅 open kitchen 兼用餐空間，連住上一格嘅客廳，零阻擋嘅 design 為呢一家人增添咗唔少歡樂。子供たちも近場にいるので、子供が来て「お父さんそれちょうだい」食べてるものを取って食べたりとか、そういう感じでみんなで楽しく。越行越開心啊！其實會好似越行越接近個天咁啊，因為真係。この部屋で面白いのがここにぶら下がれるっていうので、子供たちはもうここにずっとぶら下がってました。你得唔得啊？いいね。おー。で最初この辺から始まったのかな。ちょうど背の高さがこのくらいで、それがなんかだんだん
背が伸びてきて、ここでこう何段目からでってやってきて、でどんどん成長とともにこっちからこっちの方へ来て、結構グーングーンって足をあそこについたりなんかいろいろ試してます。你嘅小朋友可以遲啲做攀石高手喎。佢哋真係好識得活用呢一個空間啊！一對仔女咧就用呢一條橫梁嚟放電，而爸爸咧就喺木梁嘅對角結構嗰度掛咗張吊床。僕は音楽をここで聴いてます。あー、最高。普段はこれを外していて、でこういう状態で、子どもたちここで寝たり、そうこれを寝る時は結構これを閉めてこんな感じですね。原來除咗係一個空間上面嘅視覺上嘅阻隔之外咧，連聲咧其實都變得靜咗好多。最重要其實係個靈魂係唔係中間呢條木啊？一本の梁ごとにそれぞれ一本柱を立てるとちょうど十字型になるの。でその真ん中にも立てて、十字型柱はね結果的にねすごいしっかりしたものになった。呢個房真係太出色啦！Sorry， 明明未去睇主人家間房，我個心已經飛咗去另外一度啦。睇埋呢度先，呢個 space 放咗張雙人床同埋一整排收納得好好嘅衣物，而最驚喜個位咧就係呢個梳洗空間。呢個諗法係點樣出現㗎？もうホテルとかだともう起きてすぐね近くにあって行けるから、もう寝よう喉乾いたでも下まで行くのめんどくさいっていう時にここでいいやもうちょっと飲もうっていう風に、この近くって意外といいなって。喺間屋企都有酒店嘅感覺。OK， 咁我哋嚟到呢個好期待嘅位啊！我哋要上去啦，係呢個好精彩啊！呢度係咩嚟㗎？呢個係咩世界啊？係僕らちょっと踊るの大好きな、なかなか行けなくて、だったらお家にっていうことでそうミラーボールをつけることにしました。いやー気持ちいいってこう踊ってたり、やっぱり朝起きてそこで目が覚めて一番最初に目が入るのがミラーボールなんで、ものすごい幸せです。第一個就需要呢個啦，係咪？僕はもうここがあればいい。當初屋主兩夫婦諗住起新屋嘅時候咧，其實見過幾個建築師㗎，但係最後咧就因為同寶板萬先生傾音樂傾到好啱 key， 就決定將呢一個重任交咗俾佢啦。DJ 空間音樂世界嗰間房係特別高嘅，佢樓底究竟係唔係嘅咧？よく気づきましたね。大体一緒なんですけど、最後ここが一番高いんですよ。ここはミラーボールつけるからね。ミラーボールあんまり低いと踊ってたらミラーボールに當たっちゃうでしょ。濾波器、混音器、喇叭、CD player、黑膠唱盤，仲為自己由10幾歲開始儲落嘅黑膠度身訂做木櫃，連間房嘅木板都要油成銀色去配合成個 mood。就咁睇呢，仲以為佐藤先生係專業嘅 DJ 嚟㗎。呢間房呢，仲有好多隱藏嘅角落。我覺得咧，你真係用盡晒所有位去收納你嘅中意嘅物品。例如呢度突然之間就可以放帽啦，嗰度又可以放 skateboard 喎。上のここは大きい季節のもののお雛様とかクリスマスツリーとかは大きいのが入って。就連咧呢個細細嘅樓梯角落咧都有一個 table 喎，呢個都係你諗㗎，定係啲小朋友自己？我要呢個位咁樣㗎。小学校に入って勉強もしないといけなくなってきて、宿題とかもあって、でもう場所がないからどこにしようっていろいろ考えた結果，平時細仔咧喺附近咧踢完波就會帶朋友翻嚟屋企玩，呢一度咧已經成為佢哋嘅專屬 corner 啦。仲會喺呢一個空間嗰度咧攝個位去睇電視。啲朋友仔會唔會話我想喺度住啊咁樣？息子の友達は結構なんかやっぱり珍しくて、ライって名前なんですけど、来日楽しい来日楽しいって言ってきて、もうバーって走り回ったり、なんかかくれんぼを始めたりとか、逆にうちの子はもう慣れてるから
友達の家のごくごく普通の一般的な家とかが部屋があって楽しいんだよねあいつんちって言って、むしろそっちの方が楽しいみたいで。而家咁樣睇翻咧，呢個鏡會唔會有啲方便你睇到啊樓下發生咩事啊咁樣？こう見ることもできるし、これを通してここの視覚になる場所も見えるし、でこれ実はこう鏡みたいになってるので、実は外を歩いてるのも見えるんですよ。ここに一人でここの場所にいるけども全部感じられるっていうところがすごく気に入ってます。唔好以為已經行完啦，仲有得再上一層。我見到仲係有樓梯可以上嘅喎。家が真四角で少しずつスライドしてるので、この真四角が3つあるってことで、一つはここ洗濯物とか干すので洗濯機があそこにあってすぐに外で干せるっていうことで。天台都分咗成3格，上一格嘅呢一層呢，仲鋪咗草皮，夏天嘅時候可以玩水。長女の友達が来て2人でここで泊まったりとか、2人だけの空間みたいな感じでここにテント立てて、お風呂とかご飯とかは家、トイレとかは家でやるけど。呢個真係萬能嘅屋企啊！除咗滿足高級版嘅 camping 願望之外，呢一度咧仲係2位屋主享受星空嘅地方。やっぱプライベートがないので、一人になりたい時に夜ここに一人で最高です。ここすぐ多摩川って川があるんですけど、そこで秋ぐらいに花火大會があって、花火がここ真正面にだいたい上がるので。我哋睇咗呢8層嘅空間，但係都發現唔到你媽媽間房喎。究竟你媽媽間房放咗喺邊度啊？ママはね、下にいます。哦，可唔可以 show 俾我睇？ Yeah。係。こちらです。媽媽，你覺得呢個生活空間有冇令到你嘅生活真係方便咗啊？動線って言ったらあれですけど、流れがすごくいいので快適に生活はしています。もう下に全部生活できるようなトイレだとか洗面とかお風呂は下にしてもらって、もうここをそんなに登ったり降りたりせずにできるようになってます。平時媽媽會坐喺呢一張台前面畫畫寫生，或者咧坐喺呢一張床嗰度睇電視。不過間房咧就正正對住個大門，而呢一對門咧仲要係玻璃嚟嘅。咁究竟佢會唔會唔習慣呢？初めはちょっと気になりましたけど、今全然気にならなくって、でこちらから丸見えで見えるので、私的にはで誰が通ったかなっていうのがすぐ分かるのがとってもいいことです。哦，哇！仲有個細嘅窗喎。媽媽會按住四季去更換擺設。喺房入面睇咧，其實好似冇咩特別咁。みんなが見ていきます。幼稚園のことも小学校のことも変わったとか言って。Shop window display そんな感じ。咁樣行喺度係咁行咧，就有啲似 Asher 嗰種畫作咁樣，係咪有少少呢個概念嘅咧？これ本当に普通の家の大きさはコンパクトよ。だけど下から上がってくるとすごい何段も距離があるでしょ。で空間がその分長いの。唔單止空間嘅距離拉長咗，就連喺頂樓播歌嘅聲音都會有好大變化，同 Asher 嘅畫作一樣咁不可思議。このコンパクトな家の中だけど、この距離がぐるっと回ることで音はね、本当にお母さんのところでは届かないぐらい小さくなっていくよ。扉とかないのにね、不思議でしょ。你會俾呢間屋幾多分啊？120點ですね。すごいね。大滿足。呢間屋真係冇改錯名 ，Sugar Cube 完全體會到佢哋一家人嘅甜美生活。預告定先，下次我哋會去睇埋寶板萬先生自己間屋，唔好錯過啦！